じゃあもう本当に最初に天然砥石を見た時に思ったのは何がそんなにいいのっていうのを思ったところで、やっぱ本とかに書いてあるのは天然砥石で研ぐと、その書籍、書いてあったのが切れ味が長持ちするとか切れ味が良くなるみたいなことしか書いてなかったんですけど、そこから先のその掘り下げたなぜそうなるのかみたいなところまで分かんないんで、そのなんでいいのかっていうのもこう感覚的な説明しか多分多くの、情報発信してもないと思うんで、そこが何がいいのっていうところを結構知りたい人は多いんじゃないかなっていうのは、そうだね。まず天然砥石のいいところ、まず天然砥石っていう表現からまず一つ直していかなきゃいけないところがあるなと思うのが、僕らが言ってる天然砥石とその他の人たちが言ってる天然砥石が一緒かどうかがちょっと不安だから、まず定義づけが必要かなと思うんだけど、まず僕らが天然砥石って言った時は天然の仕上げしか指してないと思ってもらった方がいいかもしれない。で、その天然の当然ながら荒砥もあれば中砥もあって仕上げもあるんだけども、それらがいいとか悪いとかっていうよりは僕らが業務的な話をした場合、荒砥中砥っていうのは僕らからすると通過点でしかないよね。天然砥石と人造砥石を比べた時に決定的に違うものは何かっていうと研磨力、とにかくよく削るっていうのが人造砥石のやっぱり突き抜けた特性で、それだけ硬い研磨剤を入れてるイコールやっぱりその硬い刃物に対して傷をつけて早く削り加工をするっていうことができるっていう意味で人造砥石がすごく優位性があるんだけども、そういう中で、荒砥中砥に対して天然の砥石を使うっていうのは研ぐ感覚とか音とか匂いとかがすごく好きなんですっていう方は置いといて、とにかく早く、そこの粗い作業は通過して仕上げに行きたいですっていう場合は使うメリットがほぼない。要はその結果ここにたどり着きたいっていう目標があって、例えば料理人さんだったり研ぎ師さんみたいな、そこにできるだけ早く効率よくたどり着くためにはあえて天然の、中砥以下のものを使う必要性がないっていうことですね。そこの工程を趣味として楽しんだりとか、その好き嫌いっていう意味ではすごい砥石としてありかなっていう選択肢として、ただその目的がある場合にはあえて選択はしないかなっていう、そういうことですね。ただ、仕上げで例えば人造砥石で言えば、例えば3000、6000、8000、1万と仕上げがありましたと、そこがゴールですっていう人はその中砥石に当たる部分、荒砥とか中砥に当たる部分は人造を使うべきかなとは思うんだけど、じゃあ1000万ぐらいで仕上げたいですっていうところがゴールな人においては、天然の中砥を使うっていうのは当然ありなのかもしれないなとは、今そこの疑問がちょっと僕なんか浮かんで、逆に仕上げさっきのそのサーモンを220番で切ったお子さんが美味しいと感じた話があるじゃないですか。仮にそこがゴールだった場合に天然の荒砥とか中砥で仕上げたら人造砥石の結果と変わる可能性もあるのかなって一瞬浮かんだ可能性はやっぱりあるんで、その場合においてはありなのかなっていう、今聞こうとしてました。だからそれはもう確実にあって、包丁の場合、多くの人たちがやっぱり仕上げをかけよう、要するに3000万以上の砥石を使おうっていう傾向はやっぱり強いんだけども、例えば中とか、他のそういう打撃系のものとかハサミとか、そういったものになると下手すると1000番とかもっと粗い800番とか、そこら辺が仕上げになる場合があって、そうなってくるとその僕らが言う荒砥中砥の概念がそもそもずれちゃうんだよね。だから番手で言えば包丁で僕らがよく言うのがどうだろう、800番以下ぐらいがなんかもう荒砥みたいなで、1000番から3000番ぐらいが中砥で、それ以上が仕上げみたいなちょっと概念が自分の中で強いかなっていう感覚があるんだけども、ただこれさっきの話、中研ぎますって言った場合1000番が仕上げになるかもしれない、
そうすると同じ砥石を見ていてもその中砥なのか仕上げなのかっていうのが変わっちゃうっていうのはちょっと気をつけてもらうと。あくまでも前提としてはその3000番以上で、仕上げるっていうところを包丁というものを研ぐ上でそっちを仕上げるっていうところを、重きを置いた場合は、さっきの話、天然の中砥荒砥っていうのは、使うメリットっていうのは僕はあんまりないか、実際業務で使えますかって言ったらゼロです。1% もないっていうぐらい使わない、それぐらい使うことが中砥はないかなっていうのは実際あるかな。なのでそういう意味で、勝手な話かもしれないんだけども、僕らは天然砥石っていう表現をするときはやっぱり仕上げの砥石だけをちょっと、指して話をしてるっていうのが、あるっていうのはちょっと前提として言っといた方がいいかなと思うね。天然砥石で包丁の切り刃を研ぐときに、曇ってくるって分かったな、でその時にその人造砥石の傷っていうのが実は天然の中砥を使ってから天然の仕上げに行く場合、綺麗に消えやすい。消えやすい。そう要するに人工的な傷っていうのがボケて見えにくくなる、ここがすごい大事で、ボケて見えにくくなるっていうのが落とし穴、実は見えにくくなってるだけで消えてない可能性もある。グラインダーで例えば120番の研磨機で傷をつけました、その後にサンドブラストかけると傷なくなるの知ってる？そうあれは光の反射の問題で傷が見えなくなってるんだよね。あれと同じことが実は天然砥石を起こします。でさっきおっしゃった天然砥石の中砥で天然砥石につないだ時に天然の中砥から天然の仕上げにつなぐと、本来あるはずの傷が見えにくくなって綺麗に研げたように見えちゃう。要するに天然で美しく研ぎたいっていう目的を持ってる人ほど結構天然の中砥を使いがちかなと。言い方悪いとごまかせちゃうっていうか。よく悪く言えばごまかしがすごい聞きやすいからその目的のために天然の中砥を使ってるっていう感覚かな。結構化粧研ぎとかなんか天然のあれ混ぜてやる人もなんかいるって聞いたことがあるんですけど、その名前の通りのお化粧なんでそもそも本来ある傷の上に上書きして、見えづらくしてるというか、なんか本来それでだから買ってきて砥石に当てたらめっちゃ傷が出てきたみたいな結構よくある話かなと思うんですけど、そういうことが天然は起こす能力がある砥石なんだよね。でやっぱり何が問題かっていうとうまく研げたように見えてるので実際その後じゃあ腎臓で研ぎましたって言ったらすごいムラムラだったりとかなんか全然綺麗じゃないんだけどとかっていうのがいきなり明るみに出てしまう。だから実はこれもちょっと難しいところで天然砥石って特に硬い天然砥石ってめちゃくちゃ使うの難しかったりするのね。それは力加減とか泥加減とか水加減をこっちが寄せてあげないと向こうが反発してくる。要するに傷をつけるとか、なんかうまく研げないとか、よいしょしてあげなきゃいけない、ただ人造砥石の方がすごく簡単なのよ、だからそういう意味で言うと天然砥石を使った方がその力加減とか泥加減とか動かし方とかっていうところの幅が見えるっていうのかな。そういう意味では天然を早く使ってそういうところを勉強した方がいいよっていうふうに言うことがあったりはするんだけども、裏返しでその天然の柔らかいものとかで研ぎやすいものばっかりを選んでしまうと、ぐちゃぐちゃなはずなのにうまく研げたように誤解してしまって研げてるっていうふうに感じてしまうっていうのが怖い。本当おっしゃる通りだなと思うんですけど、やっぱいろんな天然砥石を買われてる方の見てるとやっぱその泥がたくさん出て柔らかめの砥石でやった方が綺麗になるじゃないですか、だからやっぱ上手に研げてるように感じちゃうっていうのは絶対あると思うんです。でそれがいい砥石とされてるというか、やっぱ研いだ側がうまく研げてると思えばいい砥石、と感じるわけじゃないですか。で逆にムラが出てしまう砥石はこれ悪いと思う場合が結構あると思う。そこを理解してないと、でもそれはちゃんと当たってるから
その包丁のムラがちゃんと可視化されてるっていうだけで、そこがなんかこう本来当たらない場所に当たって全部同じように、極論別にその美しく研ぐことが目的だったら全然いいのね、はいはい、そうかっこよく研ぎたいとか天然砥石で研いだっていうそのらしさを見てほしいとか、そこが目的だったら全然すごく僕はまあ、ね、それが楽しみ方の一つだから全然いいとは思うんだけど、はい、なんていうんだろう、抜け欲とかそのものすごく食材に対しての抵抗であったりとか、なんかその道具としてのその本質的な価値を高めようと思うと、基本的にはやっぱり固めの砥石で、砥石に対して刃物を移すような感じ、要するに砥石の平面を刃物に転写させていくような研ぎをしていくと、平らが移っていくから精度がどんどん出てくるっていう風にした方がものすごく綺麗な形であったりとか、精密な研ぎができるんだけども、ただやっぱりそこで柔らかい砥石を使い続けるとどんどん実は形が崩れていったりとか、形が崩れてなかったとしてもなんかどんどん切れなくなっていくっていうのを言われる方がめちゃくちゃ多いよね。僕の本当勝手な想像なんですけど、やっぱりもちろんおっしゃる通りなんですけど、多くの人が綺麗に研げるイコール切れるように研げてるが、そこもまたさっきのその鋭利の話じゃないですけど、綺麗に研げたイコールいい砥石であって、それが切れ味を引き出してるにつながっちゃってる気はするんですよ。要は上手に研げたように見えた方が、この砥石いいんだって、切れるっていう風につながっちゃってると思うんで、綺麗に研げたかどうかと実際に上手に研げてるかどうかまた別物ですよっていう説明もやっぱそこに必要なのかなって、じゃないとその自分が上手に研げないのその技術の問題である可能性もあるわけじゃないですか、ちゃんとそもそも研げてないからそれが見えて出てきてるだけなのに砥石のせいにしてしまうっていうこともあり得るので、だからやっぱりすごく大事なポイントは何かって言ったら、その、ゴールが美しさじゃなくてやっぱり本質的な切れ味とかその性能をちゃんと出したいって思えば思うほど、人造砥石と天然砥石は常に混ぜ続けた方がいい、強いて言うとその中砥石までは全部人造の方がよりいいかなと思うね、その中戸からその天然を混ぜていってもうそっちだけになっていくとそのごまかされて自分の見る目もごまかされてしまうから、ずっとよく上手に研げてる、そう永遠にその技術の上達が見えないから、だから僕も分かんない、見せられても上手ですねって思う仕上げで持ってくる人がいたりするんだけど、じゃあ当ててみたらボコボコだった、じゃあちょっとこの砥石当ててみましょうかって言ってやったらその人もってなったこともあるんだよね、講習で、こんなになんかちゃんと研げてなかったのみたいな、でも場所によって乖離出るけどここへこんでんじゃんとかっていうのがあるぐらいだから、そういうふうに研げてしまうっていう意味では、天然砥石っていうのはちょっと柔らかい天然砥石は怖いよって言った方がいいかもしれない、硬いとそこまで来ないんだけどね、その不均一がダイレクトに見えるように研げるってことですよね、硬いと、でも柔らかいとそのへこんでるとことか本来当たっちゃいけないところまでその研磨されて全部が均一であるかのように見えてしまう、でそれが天然の中とあるとその割合が高いからそのまま仕上げにいっちゃうと、そのさっきの話気づかずに自分を研げてると思って別にそこをごまかしてるっていう気持ちもなく、もうできてると信じ込んだまま上がってっちゃうから、それはそれでリスクだよねって話ですね。でそっからすごいよくわかるんだけど、また人造で切りは研ごうとかって思うのが正直怖いんだよ、なんかせっかくうまく研げてるのに崩したくないっていう気持ちがあるから、そうするとそこからずっと天然使い続けちゃうっていうこともあるから、そうするともう一生そこから成長ができないっていう落とし穴に入っちゃうっていう。本当それはどっかのタイミングで僕もあって、腎臓を使うとここも当たってないここも当たってないってなって見えるんでイライラしてでも天然当てると綺麗に研げたような気持ちですっきりするんで要はごまかせちゃうんですよ。でもそれでまた腎臓当てると当たってないところが見えるんで、いや全然下手くそと思いながらでもその下手くそを認めたくないからちょっと天然使ってごまかしちゃうみたいな、泥いっぱい出して曇らせちゃうみたいな、それで逃げじゃないですか。逃げっていうか分かっててやってるんで、
でも分かってないでやってるのも怖いってことですよね。そうなんだよね、分からずに。だからゴールがね、さっきの話、美しさだったらいいんだけど、やっぱり上手くなりたいんだったら、やっぱり腎臓砥石をうまくやっぱり使っていくっていうのはすごく大事かなと思うね。天然砥石でその腎臓砥石とやっぱり一緒に使うっていう中で、できる限りその本当に混ぜた方がいいのが片刃の包丁の裏押し。これ何が起こるかっていうと、柳刃とかでも特に錆びる包丁を使った場合、裏が使った後って白っぽくなって天然砥石で研ぎ上げたような感じに近づいていくのね。その表面でピカピカに最初になってても、使って洗ってってやってる間にやっぱりちょっとずつ曇ってきたりする。でその後天然砥石で裏押しをした時、天然砥石も曇る。そうすると裏側を研いだ時、裏の刃先側まで、裏側が完璧に刃先の先端まで砥石に当たってるかどうかが分かんない。要するにその使って曇ってる、はい、天然砥石で研いで曇ってる、はい、どっちかが肉眼では絶対に分からない。そうするとできたと思い込んでしまってるから、ちょっと多分今図解しないと分かんないかもしれない、多くの人に両方曇ってるから、曇りに曇りかぶって分かんないですよね。そうそう。どう書いてあるのかな。こう柳があって、はい、そう、これ裏側ね、はい、こう書いてある。こうこうやって裏押しをしましたと。で、この赤いところからこの黒いところまでがこの裏を押した幅だよね。ここのこう書いてあるか、この裏を押したここの部分ね。ここの部分が使うと曇る。で、天然で研いでも曇る。だからちゃんとこの包丁の刃先側、この先端側まで砥石に当たらないと切れるようにならないのに、それが肉眼では分かんない。研げてるのか研げてないですよ。多分こっちのこっちのかもしれないです。こうで、あ、そうだね。こうで、要は使ってるとここがこうなってる可能性があるってことですよね。丸まそう丸まってそうなってたり。でも全体が曇ってるから、天然砥石で研いでもここも曇ってて、ここも曇るから、ここが当たってるかの区別ができないってことです。ただここを光らせると先端が曇ってるっていうのが分かる。コントラストを作るってことです。そうだから裏押しは絶対に腎臓を混ぜた方がいい。そう光る砥石で裏を押して刃先に当たってるかどうかのチェックは常に入れないと、もう裏を天然ばっかりで研いでる人って裏が全然研げてない、刃先まで砥石が当たってないっていうのが、スポンジとかでこするとその目に見えない本当に少しの角度でこういっちゃってる可能性があるってことですかね。使用してたりスポンジというよりは実際僕がその年間契約とかを追いかけてって感じてるのは溶けてるんだと。で包丁って片刃といえども縦に書くとさこうなってて、でこっちのこの圧力に対して食材を切るときにこういう形の圧力かかってるわけだよね、に対して同じ角度でこっち側に圧力がかかってる。だからこう曲がって切れてるときにこっちの刃先側のこの圧力がこっち側にもかかってるんです。こう入ろうとしてるわけね。それを無理やりと言ったらですけど、だから摩耗は絶対に両刃的に摩耗してくるから、だからここの一番先端が角度を立てて研いだみたいに減ってくるんじゃないかっていうふうに感じてるんだよね。でそれが鋼の包丁の場合、やっぱり例えばお刺身であっても水分あるじゃない。だから水分で錆びるという形でほんの少しずつ溶けてってる。腐食みたいな。腐食して、それが裏を研がないとかってずっと研がずに掘っていくと
どんどん実は両倍になっていく可能性が高い。だから本当分かりやすくすると、ここがもう極端な話、両倍になっちゃってる可能性があるけど、天然砥石で裏出しするとどっちも曇ってるから、ここが溶けてるか溶けてないかの判断がつかない。だから人造砥石を当てることによって、そこを光らせる、全部が光れば、そうバッチリ端まで当たってるよね。ここだけが当たってるなってなれば、先が両刃になっちゃされて、両刃になっちゃってるよねっていうの判断がつくってことです。なので一回天然使うにしても、一回腎臓をかませて平らだっていうのを確認してからやらないとダメだよっていう話なんだけどめちゃくちゃ今頭の中で僕もちょっと難しかったです。絶対分からないためにそう曇ってるから曇ってて分かんないってどういうことかな。あ、そういうことか。そうだからやっぱり天然と腎臓両方に僕らがやっぱりすごくこだわりを持ってるのが、これも本当さっきの中戸から仕上げにそのままいっちゃった時と本質的には一緒ですね。要はその傷が分からずに判別のしようがないからそのまま進んじゃって溶けてないのに溶けてるように見えちゃうってことですよね。溶けてるか溶けてないかの判断がつかない。だって自分で見ても分かんない。そうですよね。絶対に分かんない。目視で分からない。分かんない。それを分かるようにするっていうのはやっぱ腎臓を挟むことによってそこが正確に当たってるかどうかのチェックとしては必須ってことですよね。そうしないともうね、こういう風になったりこういう風になってる状態で溶げてるっていう風に思ってる人がなんか調子悪いんだよねとか、なんか綺麗にならないとか、持続悪いんですとかっていう方の裏を押すと大体これになってる。僕最初にその天然砥石使った時に曇るから上手に溶けたって感じるじゃないですかでも最初その時の疑問ってなんで曇るんだろうっていうのが最初の疑問でありましたね。天然砥石曇る光るの理由はすごく簡単で、刃物の中に炭化物っていうその金属の微粒子があるんだよね。それこそあれだね、ぜひ包丁研ぎの技法を送ってもらったら見えると思うんだけど、どう書いたらいいんだろう。この顕微鏡で見てる図がこういう風になってるとすると、点々点々とこう粒がいっぱい中に入ってて、でこの粒が炭素の結晶物なんだよね。そう炭化物で、天然砥石っていうのはこれよりも、研磨力が弱い感じ、要するにこいつを壊す力が弱い。そうすると何が起こるかっていうと、このつないでいる部分のマトリックスっていう部分、その素地って日本語で言うんだけど、そこら辺は柔らかいから削るんだけど、この粒は残すんだ。そうすると凹凸がついてくる。要するにザラザラになってくるってこと、砂地状に。そうすると光が当たった時、反射が均一じゃなくなるとすりガラス状と一緒で曇る。でも腎臓砥石はそもそも何が違うのって言ったら、こいつに勝てる硬い研磨剤が入ってるんだよね。こうなってるののここだけ削るってことですよね。そうこの腎臓ここだけ削る、ここを残してここだけ削るからこういう凹凸になるってことによって光の反射がランダムになって曇る。でも腎臓の場合は綺麗に全部ほぼフラットに削ってしまうから同じ話になって光る鏡みたいな光る。だからダイヤモンド砥石とかになってくるとより平滑にしやすい、研磨力が高いから、だから超鏡面とかっていうのがやっぱり作りやすくはなってくるよねっていう仕組みなんだよね。だから天然砥石が曇って、腎臓砥石が光るっていうのはそういう理由だから、日本刀腎臓砥石で研ぐとピカピカになるだけで景色は見えない、要するに模様とか出てこない、そうダマスカスとかもそうだよね。だからそういうところで硬さの違いが、いいのか悪いのか、天然の場合は意図せずその研磨剤に当たる石英が研磨力が弱いから、凹凸を出してしまうっていうのが、天然砥石の、特徴とも言えるんだよね。表面に凹凸っていうか光を乱反射させることで曇るっていうことですね。それから腎臓でも硬い砥石でそれこそ藤原さんの水を流しながらこう研ぐと光ったり、でも泥をいっぱい出してそんな力込めずに
撫でると曇ったりそうするのも結局はその泥をいっぱい出して違うそうその粒子の削れ方をすると表面が凹凸が見えない凹凸がついて曇る。それを水流しながらこう本当に精密な表面で研ぐと比較的傷の入り方が均一になるから、同じ砥石でも流水と泥出しで曇ったり光ったりするっていうのは、それが見えない世界で起きてるってそういうことですよね。だから包丁の研ぎっていうか、この角砥石ってこういう砥石の研ぎってすごいなんか他の世界と少し違うのが、その泥も使っている。だから砥石本体で削るっていう研ぎと泥を使う研ぎとダブルで行われてるから、研ぎはその本体で削る場合は光らせれるけど、泥を使うとこの凹凸が出てくるから曇ってくるっていう、そういう感じですごいなんか他のジャンルでなかなかないことが起きるんでね。普通のグラインダーとかバフとかああいうので磨いてる場合、そんなことは絶対起きないから、その泥がそうですね、常にはけていくというか対流しないから、だからこういう角砥石っていうものでの研ぎっていうのはちょっと他の研磨の世界からするとちょっと違う動きをするっていうのが面白いところでもあるね。ちょっとなんか一歩入った話なんですけど、そう考えるとやっぱある程度硬さがあった方がどっちもできるなってそう思ってて、要は柔らかい砥石ってどんだけ水流しながら研いでも曇ったままなんですよ。結構、その比較的柔らかい、よく見る、茶色系でも柔らかめなやつだと、いくら流水であっても泥の出るスピードがすごい速いんで、その両方っていう使い方があんまできない。逆にその礎なんかはある程度硬さもあるじゃないですか。だからいっぱい泥を出せばその曇るようなあれもできるし、しっかりこう水流しながら泥をはけさせて、その砥石だけでなるべく削ると逆に光るっていうか精密に研げるっていうのもできるなっていう。そうですね、だからそういう意味で、ただその天然砥石の世界の場合、研磨力が弱すぎて、流水研ぎすぎると今度研げないんだよ、そう、すっごい研ぎ心地が悪いのよ。だからこれね、よく誤解とまでは言わないけど、その泥を捨てるなって言ったのは天然砥石の世界の話、結構それ僕も料理やってた時に言われました、この泥を流したらダメだ。そうでもそれは人造砥石の世界には当てはまらないんだよね、そもそも削る力が弱いからその泥を使って削りましょうっていう話が、もう研磨力のある塊だから、そうだから流水研ぎもその泥を使う時も両方できるからこそ、どっちでやったらどうなるのっていう理解をした上で使うっていうのがすごいやっぱり理にかなってる。そう考えると逆に柔らかい砥石で泥出しなんかしてやったら研磨力強い上に削りたくないとこまで削っちゃう可能性もあるから、余計に、へこみが悪化するとまだ言わないですけど、だからそういう状態で泥を出した状態で基本的に、僕の感覚で言うと裏押しをするっていうのはすごい恐怖心がある。もう絶対に歯が丸くなる、歯が丸くなったら直すの超大変っていう、だからこの部分も削らなきゃいけないってことですね。そう減らさなきゃいけない。分、そうなると裏が広がるか、そこの先の部分がなくなるまで表側から減らすかの2択。こっちからこう持ってくるからこう持ってきて減らすか、ここを研ぎ進めて、でもこっちを研ぎ進めるとこの裏が広くなってでここを自分で直せないですもんね、このへこみを。そうすると修理するってなるともう表から自分でやる場合は、それかもうエントで作り手さんも本当に最初からここ削って狭めてもらうっていうのがあるから、裏は怖いっていうか、その扱いに難しいっていうのはそういうことですね。めちゃくちゃ気使う。直せないですね、普通の病理に。だからできる限り硬い砥石で流水研ぎ、でさらに言えば砥石が削れないようにしよう。その潰れたダイヤモンド砥石でわざと面直しして、そのツルツルにしちゃうの、わざと。それでやってちょうどいいぐらい。削れるようにするメリットがあまりないから、あくまでもそのチェックっていうふうにもう割り切ってやったりとかする方がいいっていう。平らにっていうか、余計なところに当たらないように。だから砥石をね使う砥石で研ぐ時もできる限り同じところ止まって研がないようにしなきゃいけないしね。
そうだから常に新しいところを使っていかないと、止まって同じところにゴシゴシしたら、特に裏押しした時なんてこんだけしか砥石に乗ってないからね、こんだけの圧力にちょっと力入れたらすぐ砥石その分ポコってへこむから、だからやっぱり優しい力でスライドしながら使って。そうか、でも確かにこう全部覆いかぶさってるから、そこはちょっと発想なかったかもしれない。よくよく言われてみればここしか当たってないのはそうなんですけど、でも全部乗っけてたらその面で当ててるっていう感覚がすごいありました。確かにそうするともうこのほぼ線で当たってるから、そこだけこう要はえぐってる。そうだから面で当たってるよりもピンポイントだからすっごいへこみ早いから砥石の。それはちょっと考えたことなかったかもしれないです。その面で当ててるっていう追いかぶさって見えないじゃないですか。だから確かになと思って。だからやっぱりそう考えるととにかく硬い砥石の方がいいよね。要はあれですよね、クッキーの型抜きの状態で、型抜きでこう押してたらその型のとこだけへこむっていう。そうだから泥を使わない、同じところを使い続けない、できる限りもすぐに右から左に、動かすように、やってあげた方がやっぱりいいし、それぐらい僕らからすると裏押しっていうのはものすごい気を使う。もう壊したら後が大変なの分かってるから、だからそっからどうしますかっていう話だよね。だから天然にしたいなら天然でいいし、番手を変えたいんだったら番手変えたらいいし。なんか簡単に言うと、包丁そもそも好きな時から時代から始めてて、楽しむっていうか、自分が満足して自己満足の世界で楽しむっていうんだったら天然砥石の方が満足感は高いような気がします。要は上達したいんであれば、自分が研げてないっていうことに向き合わなきゃいけないわけですから、要は人造砥石を使うっていうことはそれに向き合わされるっていうことなんで、見たくないものが見えてきちゃう。そういう意味で実力をつけたいんだったらやっぱそこはちゃんと認識して使った方がいいし、自分で研いで綺麗だなって、それなりに切れてこれ上手に研げてるなっていうので満足するっていう、楽しむっていう面では別に天然砥石は選択肢としては満足はするかな。要は上手に研げてるように自信はつくんで。分かんない。だってもうそもそもずっと天然ばっかり使ってた人間だからね、やっぱりそこに気づくまでに結構時間がかかっちゃってるっていうのも正直あるし、そこで止まってる人ももしかしたら見てる方でも多いかもしれない。別にそこで変な気持ちとか一切なく、本当に自分が上手に研げててそれに気づいてないっていう方で、もしかしたら自分それに該当するかもしれないって思った方は、もし上達したいんだったらぜひどっかで腎臓硬いちゃんと泥がない状態で当ててみてどうかっていうので判断してもらった方がいいかもしれないですね。それはやっぱり天然砥石落とし穴。でも結構そこでショックを受ける可能性もありますね。あるだろうね。全然研げてないじゃんっていうのも。うちの研ぎ講習で来る人たち結構多いから、分かんないでも本当に。そうですよね。だからこちらも別に悪意もなく、向こうもねできてないとも思ってないけど、やってみたらマジですかっていう、だから見方を教えてあげるとね、こんなに当たってないのっていうのに気づく方もやっぱ多いのは事実だからね。天然砥石のね、ある意味素晴らしいところでもあるんだけど、だからこそ日本刀でも、ものすごい技術が卓越した人はまた違うのかもしれないけども、本気でよく見るとやっぱり結構凹凸あるんだよね。それをいかに平滑に、するかっていうのは一つの技術で素晴らしいことができる方々もいらっしゃるから、それはそれですごいとは思うんだけども、手で拭ったりとか、砥石とか包丁もそうですけど、柔らかい布とかに研磨剤つけてこうやってやると、やっぱりこっちが包丁の形にフィットしちゃうんで、やっぱり凹凸があっても凹凸にフィットして削れてくるんで、それは綺麗に研げますよね。そうなんだよね。やっぱ対象物が硬いってことは、さっきおっしゃってたみたいに砥石のフラットを包丁側に転写するイメージで考えると真逆のことをやってるっていうか、包丁にフィットさせにいっちゃってるんで、だから凸凹があってもこっちが柔らかければこっちのへこみにフィットして削れちゃうわけで、でもこっちが硬ければ削れ当たらないんで、ここだけ当たってここだけ当たってないよねっていうのが見えちゃうから、そこがやっぱりそこは結構ショック
最初のそれをやった時にかなりもう超下手くそじゃんでもね、もうこんだけへこんでて、なんかうわーみたいな。理解することがとにかく大事だと僕は思ってるから、ね、上手に研げてるんだ、研げてないんだっていう、そこも理解の一つだからね。天然砥石だからなんかね、すごくうまく研げたように見えてるだけで、うまく研げてるかどうかはまた別の話っていうね、そこはまあすごく気をつけてもらった方がいいところかなと思うね。であとはまあね、この炭化物の話が出てきたから、まあ分かりやすく言えば結局天然砥石で研ぐと、これで言うとここにも当然こうやって炭化物が出てくるわけで、はい、でここをこう三角形にこう包丁にした時、この先端が、こっち側に書くと拡大して書くとこうなる可能性が高いってことなんだよね。そうだからこの周りだけ削ってこの炭化物が先端に残るってことですね、その形状が。そうなんだよね。だからこういう三角形ができるっていう意味で、その先端が丸みがついてる、なのでこれがポロッと取れるか、これが残るかの選択はあったとしても、先端が鋭利にはならないっていうのがそういうことだから天然砥石で研いだら、なんかもう一つ切れ味がなんか滑る感じがするんですって言われる方がいらっしゃったりするのは大正解で、それはちゃんと天然で研げてるって言ってもいいんだよね。そう今多分皆さんが思ってると思うんですけど、このまるで鋭利か鋭利じゃないかって言ってるのは、炭化物1個の目に見えない世界の鋭利か鋭利かじゃないかっていう話。そうだからこれが大体2とか3ミクロンぐらい。それってミリにすると何分の1なんですか？1ミクロンが1000分の1ミリね。なので皆さん定規の1ミリを1000分割にした2個分の中での話の鋭利か鋭利じゃないか。そうこれを多分言わないと包丁全部鋭利じゃんみたいな。なるほどね。1000分の1ミリの鋭利か鋭利かじゃないか。どれぐらい見えないかっていうと PM2.5 って 2.5 ミクロンだったはずだから、PM2.5 見えないの空気中のこのあれですよね。そうだからこの刃先が見えるわけがないレベルの話ではあるんだけど、ただこれ落とし穴があって、これみんなこれぐらいの粒子ですかって言ったら大体白とか青がこれぐらいのだけで、ステンレス系統になってくるともう40ミクロンとか普通にゴロゴロしてだいぶでかい。ゼロに1個多いぐらい違うんです。だからその粒子が非常に粗い包丁を天然で研ぐと極論切れなくなってくる可能性がある。刃が厚ぼったくなりすぎて、それの最たるものが100均の包丁を天然で研ぐと全く切れなくなるから面白いかな。要はその炭化物がでかいからそれごと削ってそう鋭利にしないと天然砥石でそのこれが10倍の円ってことです。そうこんな刃先に勝手になっちゃう。でもこれは1000分の1の世界の話でなんですけど目には見えないですけど、どっちにしても多分100均の包丁でも天然で研いだから刃先が見えますかって言って多分見えないと思うけど、でもこれを腎臓でやるとこうできちゃうってことですよね。極端な話、こう削れちゃうんだよね。でこれと同じぐらいの刃先にできちゃうってことですよね。無理やり炭化物ごと削れちゃうんで鋭利にすることができるっていうのが、腎臓の砥石のいいところ。ただ普通に考えてね、ここまで本当にいけるって言った時にこっから折れたりとか、取れるとか、いろんな動きは絶対出てくるから、それを本当にやろうと思って実現しようと思ったら当然ながら力加減は考えなきゃダメだよね。剥離しないように丁寧に鋭利な形を。だからステンレスを尖らせるのは一定の技術が必要ですっていうのはそういうことですか。それを力込めちゃうとポロって簡単に取れちゃうから、それが乖離というのか、折れてなくなっていくのか、どういう形になっていくかは力加減にもよるんだけども、だから見えない PM2.5 とか見えない世界のものを薄めていくぐらいの感覚、その意識を持ってアプローチをするっていうのがすごく大事。その世界が僕はまだ伝わってないと思ったのでなるほど。だからそれを知ってほしかった。そのメジャーさんのが何段階も上の話をしてるって言ってたら、普通の人は多分1ミリの話をしてるんですけど、0、3個多いんで1、2、3ぐらい
先の目で見て判断できないレベルの鋭さとか切れ味の話をしているってことなんで、だから帰りって出しすぎじゃないっていうぐらい皆さん出すし、目に見えてますしね。そう、見えてるのはもうお話にならないね、その難しいところである程度やっぱり手で触って分かるとかいうふうにしないと最初は絶対分かんないから、もうね、出てるかどうか分かんない、帰りキャッチしてくださいって言ってもそれは感度が育ってなければ無理なので、ただ本当に切れるようにしようと思えば思うほど帰りはできる限り出してたの、だって、ね、2ミリ23ミクロンの刃先に対して帰り出したらもっといっちゃってるよね。そうですよ。ここら辺でいっぱいゴロゴロしてるとこからこういっちゃってる。そうなんかこんな風になっちゃう。極論刃先に粒子1個しかない状態にしたいわけですね。そうただこれこうなってくれたらまだいいんだけど、実際顕微鏡で見るとこうなるのよ。そうこれはね不思議なんで、ね、強く帰り出すじゃない、それをごそっと取ると台形になる。そういうこと取れちゃってるってことですか、頭のイメージではこうなってるんだよね、こう帰りって。でここがもう金属疲労でこっちからこっち側に曲げた勢いでここから折れて取れちゃってる感じなんだと思う。要はここの曲がり具合を極限までちっちゃくする、そうだから表トイレ裏トイレっていうのを帰りをほぼ感じない状態でずっと攻め込んでいくと三角形ができるっていうイメージを持っていかないと、鋭利さはなかなか出てこない。だから手で感じる帰りが出てる時点で本当の鋭利さは多分なかなか出ないと思う。この世界に行ってる人もいないと思います、ほとんど。そうなんできないですよ。よく僕らがこれ帰り出てますよって触らせた時に感じない人の方がほとんど、結構強く出してありますって言われるぐらいかもしれない。僕はなんか少しわかるんで、どれぐらいそのやばいレベルの話をしてるかっていうのちょっと体感的に分かってほしいなっていうのがすごいあるんですよ、一般の方に。その鋭利っていう言葉の鋭利の度合いが違うので、そっか難しいよね。その金属の中の粒子何個分とかの話で、その目に見えない世界の話なんで、だからそのね、本当にゴシゴシ研ぐっていうこと自体がちょっと考えてもらった方がいいかもしれない。2ミクロンを超えて削るなんてすっごい簡単な話かもしれない。単純にこの1000分の1って考えたら、これ1000センチって10メートルじゃないですか。10メートルの石と1センチの石を比べてるってことじゃないですか。そう考えたら、目に見えない世界といっても、そう表現したらめちゃくちゃ違うじゃないですか。10メートルの巨大な石ころと1センチのパチンコ玉を比べてるっていう世界じゃないですか。そう考えたら、そういうふうに藤原さん多分映ってると思うんで、それは鋭利っていうのは、でも目に見えない世界の話なんで、多分多くの人から見たら鋭利って言ったらそもそも全部刃物は鋭利じゃんっていう話だと思うんですけど、そう考えるとそれだけ差のあることだから、そこを突き詰めていったらそれは違いは出るよねっていうのは、なんかそう説明したら分かると思いますね。見えない世界、人間が見える世界のもので説明したらすごい分かるかな。そうだね。ここまで来たからせっかくだから話してしまうと、これが一番先端に来るって話、じゃあこの下はどうなってるのっていう話。可能性としてこうなってると思う。だってこの粒は削れないわけじゃない。そうでこのつないでる部分だけが削れるから、そうすると3つ目はっていうと、なんかこういう感じの可能性がある。なんかそのブドウを逆さまにしたみたいな。そうっていう話になってくると思うんだよね。そうすると強度高そうじゃないっていう話。じゃあ人造砥石で無理やり三角形作りましたってどうなるのって言ったらこうなるわけよね。この三角形自由だから、そこに本当にここに強度ありますかとかっていう話になってくるから、人造砥石の方が持続が悪いっていう話になりやすいのかなって気がする。そういうことか。いかにこの強度があるブドウの三角形を作るか、その時に
じゃあこの三角形が一番安定する角度は何度ぐらいなのかっていうのが強度が出て長切れする角度につながってくる。確かにそうかも。要は天然でやると強度のない部分だけ削られて、その強度の強い要はその炭化物だけが、まあ、刃先に残る形になるけれど、腎臓でやるとそれごと削っちゃうから。そう。ただその和包丁の場合、もう一つなんか長切れ感じにくいっていうお話もあったりするのは、例えばカンナの場合、この刃先から木が当たって、そのぶれないんだよね。だから圧力のかかり方がほぼ一定だから、そのこっちから押された時に強度がすごく出やすいんだけど、包丁の場合果たしてまっすぐ切れてるでしょうかっていう、横からの力とかいろんな力がかかってくると、やっぱりそこにちょっと強度の強さっていうのがなんていうのね、でききらない可能性がある。そうだからまあ一概に天然だから腎臓だからそんなに長切れが変わらないって言われるケースが出てくるのは、まあ、そういうのも影響しているのかなと思うね。カンナは結構顕著にその天然の方が長切れするっていう声があったりはするんだけどね。まあ、ここら辺はその、まあ、大体解決されたんじゃないですか、ほとんどそこで。だと思うけどね。